始まるってよ。今回は要約するというか、はい、私の悪い癖なんですけど、おじさんによるおばちゃんの話。もうまた次回。でも手もいいくらいのこの美しいですね構造を冒頭から描いてるんですよ。で本当に結末は男の人に読んでほしいなという。本当ですか。いや僕はすごいこう打たれちゃいましたね。へえ。これちゃんというタイトルできてるね。ちゃんできてるんですけど、おばあさんとおばちゃんの違いですよね。っていうのがあんなと思いまして。おじさんですよね。おじさんですね。おじちゃんではない。おじちゃん、おっちゃんではないですね。おっちゃんではない。そう呼ばれることはないだろうな。僕の調べによるとですけど、七おばちゃん出てくるんです。今回、七おばちゃん出てきました。大きい、主要なところで言うと。登場人物的で、読み上げますと、これ、鈴木くんの母。これが強烈なんですけど。で、七おばちゃんっていうか、もう一個あるなと思ったら、おばちゃんの地域差っていうパートがあって、で、その後に、小田急線のおばちゃんと、鳥のようなおばちゃんと、あと、クリーニングショップおばちゃん。います。で、あと、踏んづけるおばちゃん。います。そして最後は認めないおばちゃん。そうです。これ、美しいですよね。本当ですか。喜んでいただけて。これ、一番こう、なんていうんですか、ここで話すにふさわしいというか、開示にしたいおばちゃん。どうですか？これ、編集長的には、どれがあれですか？ちょっと。いや、一番金銭に触れました。衝撃的だったのはやっぱ鈴木くんの母で。じゃあもう鈴木くんの母の絵をまず見せてみましょうか。それできたのかそうなんですよ。やっぱ文字で見て、で、割とこう、ポップに描けたらなと思いつつ、描いてたら結構ホラー味が出ちゃったんですけども、ただ絵においては、あまり、なんて言うんでしょう、リアルすぎず、ただ、皆さんに、伝えたいなっていうことで、おばちゃんは一応整体した状態で描きました。いや、ちょっと待って、結構怖くない？本当ですか？ちょっと見えてるんですけど、こんな。いや、結構怖いでしょ、これ。こんな感じですね。結構怖い。これ読んでない人には、なんじゃこれって思うかもしれませんけど。で、ちょっと出血量は抑えました。もっと激しかったです。だいぶポップに仕上げてみました。鈴木くんのお母さんです。もうね、なんと形容したらいいかわからない体験なんですよ。僕はそんな怖い思いをしたことはなくて、相当怖かったんじゃないですか、これ。めちゃくちゃ怖かったですね。聞いたことないやり方だったんで、声が聞こえてみたら鼻血出てて、で、あーって思ったら、こうやれば治るって言われて、それをやったら、すごくいっぱい出て。そうですね。思い起こせば、人が鼻血出してるのをそんな見たこともなく、そうですよ。かつ、私もそんなないんですよ。鼻血を出したことって。なんか出やすい人もいるなんて話は聞きますけど、パーみたいな。わーってやっぱなって、すごい沈黙の中、緊張がすごい高まってたんですよ。母屋で鈴木くんがいない状態でお二人で、洗濯物畳み始めたんです。初め一人だったんですけど、そしたらガラガラ引き戸で開いて、何かなと思ったら洗濯物を抱えて持ってきて、おそらくそこで普段畳まれてるんでしょうね。考えすぎる人は楽しめるですね。そうですね。エピソードトークは割と特区位置がストックがあるので、飲み屋さんとかでちょっとポッと笑えるぐらいのものとかをパッパッと披露したりすることもあるんですよ。その時に、こういう、変わった出来事とか変な人とかってそんないないですよ。いっぱいこういうのを経験してますよねとかって言われるんですけど、きっとみんな体験してるんですよ。忘れちゃってるだけ。これもおばちゃんが鼻血出したで終わっちゃう話なんですけども、やや、私の多少のレタッチっていうものが、レタッチャー桜井なんですね。俺タッチされてるかもしれませんけど、でも本当これはびっくりして。あれですよね、他人というか思い出のレタッチが好きなんですよね、多分ね。好きですね。できるだけ面白くしたり、メガ盛りは嫌なんで、
味を整えるぐらい調味はして、老後はカレー屋とかになるんですね、スパイスでこう、組み合わせ。薬膳系の。薬膳系のね、系の人気出そう。なんか、それで言うと、やっぱり次に、まあだから順番なんだな。インパクトあったのは小田急線のおばあちゃんで、これは私は一番怖かったですけどね。本当にあったことあとなんですよ。おかしいじゃないですか。いや、おかしいですよ。ゆっくり乗せればバレないなってことなわけないんですよ。そうなんですよね。そーっと乗せてくるんですよ。いや。当時、新宿でアルバイトをされていそうでた、で、小田急線沿線にお住まいだったんですよね。で、まだ棒にもある通り、帰りですか、バイトの帰りに、小田急線の中で、まあ、寝こける。すっごい好きだったんですよ。そのなんか。それはもうね、いい話ですよね。めっちゃ好きで。何時ぐらいなんですか？シフトがだいたい18時ぐらいまで入ってて、はい、まあ何やかんやあっても6時半。6時半で、まあ、いくつか遅らせて、座りたいんで。そうか。で、まあ、始発なんで、座れるってバーって乗るんで、まあ7時前ぐらいですかね。7時前だから、サラリーマンとか。そうですね。この本題であるような、つまりお買い物をされた方とか、いろんな方が乗られるじゃないですか。小田急百貨店とかですかね。そうですね。で、乗られて、寝てたんですよね。寝てました。もうだってもうこういう感じですもん、こうやって。もう、座るやいなや。なのに、膝の上にこうやって、ビニール袋乗ってて、って思って。で、まあ確認したのは、まあ袋だったんで、で、もう上怖くて見られないんですよね。ご飯、食材系のものが、ちょっと匂いするような野菜とか、惣菜なのか、みたいな。結構重くて、それは大変だろうなと。置けるんだったら、目の前の寝こけてる、ね、お兄さんの膝の上に置いちゃってもいいかなっていう。網棚、イコール網棚。網棚だったんだ。で、怒っていることに対して、何か、こういうこともあるよねっていうふうに、なんとか考えを持っていこうとするんですよ、ああいう時人間って。それをやられちゃっている今この状況が、できるだけ変ではないという、そういう方に考えるんですよね、不思議なもんで。だから、そっか、食材だから下に置くの嫌だな。あと上に乗っけるのも、なんかあんまり、例えば汁物が入ってるとか、まあね、細かいものが入ってる。ワシャーの方が怖いし、みたいな。なのかなとか、理由をなんとか探そうと。不思議なもので。でも、やっぱおかしいってなって、ちょっとこう、寝てるふりしてるでしょ。完全にもう寝返りですよ。寝返ってないから。寝返ってないから。ってやるとこうヒュッて上げるんですよ。で、よかった。で、また寝るんですね。ちょっとヒカキンさんみたいな。つか、ここがおかしくて、また寝るなしという。いや、怖い。もう怖いから寝るんだ。怖いからもう嫌だ。周りが気づいてるかどうかもわからないし、逃げたいっていう一心で、もうそれはもう寝るしかない。で、これもぜひ読んでほしいんです。最終的に、この方は全部自分の解釈でなかったことにするんですよ。それができるから、安心してやられるんじゃねえかなっていう。なんだろう。いたのかな。これは感想が欲しいっすね、なんか。ゲラゲラ笑いましたみたいな人いると思うんですよ。まあ、確かに僕も、もうめちゃめちゃおもろい、踏んづける、認めないおばちゃんが一番面白かったかな。なんか鳥のようなおばちゃんとか。これ本当にびっくりしました。なんですけど、考えようによっては怖えよなっていうことが結構あって、人によってなんか感想が違うんじゃないかと思うので、ぜひ、楽しみにしております。こちらまで。概要というところで、次です。今、書いてるのが、怪我のこと。怪我っすか？なんでまた前もちょっと披露したかな。大人になって、しかもだいぶ年食ってきて、
転ぶの怖すぎて。で、振り返ってみると、ちょいちょい怪我をしてるんですよね。印象的な怪我。印象的な怪我ですか？なんかやっぱエピソードなのかレタッチなのか、なんかすごいっすね。それ一応タイトルは転ぶことの恐怖っていうものにしたんですけど。なんか最近怖くなってきたんで僕も。ありますよね。これぐらいの段差で、これに見合わない負傷を負ったりするんですよね。もしかしたらそれかも。次回お楽しみ。バイ。大丈夫なの？まあ大丈夫か。